魚卵のこう反応しちゃって、美味しくなくなっちゃう、ちょっとなんか生臭みみたいなのが出ちゃったりみたいな、魚卵じゃなくても要はお魚とか生魚とかでも反応しちゃう可能性あるってことですよね。で山中さんあれなんですよね、 SO2 その酸化防止剤は一回も入れたことないんでしたっけ？一回も入れたことない創業以来これがすごい。これはだから、ちょっと僕も把握してないですけど、もしかして余市でも唯一ですか？多少入れる方もいらっしゃいますもんね。まあそうですね、入れないっていう方もいらっしゃいますし、9割方絶対多少まあね、おまじない程度に、おまじない程度に入れてる方の方が多いかもしれない。まあね、もちろん入れてない方もいらっしゃいますけど、ただ創業以来一回も入れてないっていうのはあんまり聞いたことがないような、まあいらっしゃるかもしれないですけど、そうかもしれないですね。そこはもうこだわりというか、一応用意はしてるんですか？用意してます。一応ね、それはお守りとして用意してるけど、今んとこ必要ない。今のところ、必要ないというか、そうですね、なくていけるんだったらない方がいいっていう派なので、まあそれで一応ないままうまくいってるので、これはだからやっぱりね、その山中さんの技術というかっていうのは絶対ありますよね。だから入れなきゃいいっていうもんじゃないじゃないですか。ね、その入れなきゃいけないワインももちろんあるんだろうし、山中さんのその技術があるから入れなくてもという。そうですね。今のところ、その代わりサニテーションというか掃除はかなりしっかりして、綺麗に。いつ来てもやっぱ綺麗ですし、本当ですか。ありがとうございます。ね、やっぱちょっとそんなに掃除が行き届いてないところだとやっぱりね、その匂いがしたりとかってあるじゃないですか。常に綺麗ですもんね。ありがとうございます。で海外の方にもなんか言われたんですよね。そうですね。まあでも日本全体多分ね、海外に比べたら綺麗なんでしょうけど、確かに美味しいワイン作ってるとこっていうのはどこ行ってもやっぱ綺麗に掃除されてますよね。そうですね。なんか本当一個一個部品外して歯ブラシで洗ってる人とか見たことありますけど、やっぱそれぐらいだからね、ワイナリーの掃除、ワイナリーのお仕事ってやっぱり7割8割掃除だっていう方も。ほんでピノグリ1本じゃないですか、自社畑は。ほんでどんぐりをピノグリのオレンジワインとして作られてますけど、生産本数って大体どれぐらいなんですか？どんぐり自体。どんぐり自体、まあ年によって変動してるんですけど、基本は5、6千本からまだ小さい木もあるので、そのが育ってくれば8,000本から一応目標は1万本ぐらいな。目標は1万本ぐらいな。なるほど。1万本生産していただけると、我々も飲めるチャンスってのは増えてくるんですかね。そうですね。なかなかどんぐり飲めない。まあ余市に来ればね、飲めますけど、角戸さんのとこで。なかなかやっぱ目にすることがないというか、お店もなかなか東京のお店も出してくれないですよね。そうなんですよ。だからまあ1万本だったらもしかしたら見てる皆さんにも飲めるチャンスがあるかも。けどあれでしょ、去年ちょっと少ないですよ。2023は。2023はちょっとやっぱり新規収納の経験不足が出まして、剪定のやり方をちょっと変えたら3分の1になってしまった。普段の3分の1。そうですね。いやただ新規収納ってもうだいぶ経ってますけどね。だいぶ経ってないですね。だいぶもう2016なんで、まあ7年目ぐらい。いやまだまだやっぱり10年経つまでひよっこ。10年経つまでひよっこっすか。でどういうことにチャレンジしたんですか、その去年はその剪定で。そうですね。うちの畑やっぱり傾斜が結構きついので、すごい傾斜ですよね。なので基本的に樹勢が弱い、こう栄養が流れていってしまう。下の方はちょっと栄養たまるけど、そうですね。基本はこう栄養流れてしまうんで、木がちょっとこう弱い。結構細いですよね、山中さんとのピノグリ。その分質がいいこうブドウが
なんていうんですかね、うん苦労せずにっていう言い方はあれですけど、うんできやすいんですけど、その肥沃な畑よりも、結構だからブドウっていうのは過酷な状況の方がなんかねそうですね、いい意味がなるみたいな、なんですけど、やっぱりそれだと収量があまり取れないっていやいう確かね、にいいブドウでいいワインができてもはいやっぱ数少ないとね、確かに、なのでこう、一つの選択肢として木を、こう伸びてる木を一回こう切り戻しって言って、切り戻してるんですか、そうですね、切り戻すと、この戻した残ったとこから強い木がこう出やすい、なるほど、なので、なかなかうちの木がそういう強い枝が出なかったので、一回ちょっと切り戻しをしようと、で去年のどれぐらいの時に切ったんですか？それは剪定の時なので4月に4月に、そうですね、こう切っていったんですけど、ちょっと調子に乗りすぎたのか、結構全部やらなくてもよかったのに、結構な数をこう切り戻しちゃったんですよね。なので切り戻す以降ね、前までここまでブドウが、でここにブドウが取れてたものが、切り戻したことによってここのブドウしかなくなってしまったので考えればね半分以下に、だから想定だともっとここからギュッてくる予定がそんな伸びなかったってことですか？いや伸びたんですけど、なんだろう、よく考えれば当たり前なんですけど、切り戻して、ここのブドウがなくなるイコール、収量は思いっきり減るじゃないですか。確かにここしかないから、ただなんか強い枝から出たところに、結構大きい房がなってくれるかなっていうのがちょっとあって、でそこまで減らないかなと思ってたところが、想定外にやっぱり減ってしまって、で切り戻した強い枝が出たんですけど、ブドウ自体はあんまり大きくなくて、そうか、思ったほど大きくならなかったんですね。ならなかったので、それがもろにこう、それで半分以下に、じゃあそれどれぐらいの本数になりそうなんですか？そうですね、6タルしかないので、ここにある6タル、なので2000本弱ぐらいいやこれだから2023は、ほぼ飲めないと言っても過言ではないですね、これね。そうですね、そうですね。初年度ぐらいになっちゃったんで。そんなに減りましたか。でこれは初収穫の時ぐらいですね。そんなに。でこのどんぐりはふるさと納税とかでもあれですか、買える？そうですね。ふるさと納税でも少しだけ買います。なるほど。で畑自体がもともと耕作放棄地だったじゃないですか。で元々果樹リンゴとか植わってたんですか？もともとは少しは植えてたかもしれないですけど、もう本当に30年くらい耕作放棄地だったみたいなんで。そんなじゃあ何が植わってるかも分かんないような。そうだから自社畑じゃないですけど、それこそ山中さんのワインで、例えばモンケルとかは、あれは秋産のブドウですよね。とかってすごくなんかリンゴのニュアンスを感じるんですよね。だから余市ってやっぱリンゴの産地だったから、これ勝手な想像ですけど、なんか余市の白ワインにはなんかリンゴ、しかもなんか真っ赤なリンゴのニュアンスをすごい感じるんですけど、それって僕の勘違いですかね？いやでもそういうのがあるのかもしれないですね。いやだから一回それこそ駅前のループでイベントで確かアップルパイ、余市のアップルパイとかとそのリンゴのスイーツと合わせた時に、そう山中さんのそのモンケルがすごい合って、本当ですか？ありがとうございます。なんかだからリンゴとすごい合うのかなっていう。他のワインにはそんなないですかね、リンゴのニュアンス。赤とかだと感じたことはないですかね。でやっぱ言われるのが、僕もいろんなとこで言ってますけど、モンローメルロー、相馬さんのメルローですよね、が相馬さんご自身もおっしゃってましたけど、ものすごくエロいと。これはご自身でもそうですね、飲んでみて、これも初年度からですか？初年度から、そうですね。このエロさって何なんですかね？何なんでしょうね。
人から来るのか山中さんのエロさが出てるみたいなことですか。まあ確かにね、なんかワインってその人柄が出るみたいなのもあるし、でやっぱり一番感じるのはその山中さんのワインって全部なんか優しいというか、なんか優しさがあるというか、なんかそんなニュアンスも感じますし、エロさね、エロさもあるんですよね。まあだからワインの表現で言うと官能的っていうんですかね。なんか他にいろいろワイン、まあね、いつもお飲みになってると思うんですけど、海外のワインとかでも、あ、ちょっとこのワインエロいなみたいなってのは感じるワインってありますか？エロいな、でもそうですね、うちのが一番エロいですか？エロ、なんか官能的と、わあ、なんかこれすごいエロいわみたいな。でもやっぱりブルゴーニュととかに感じやすいですかね。やっぱピノとかですか？それはやっぱり妖艶というかね。そうだから山中さんのそのモンローがなんかね、相馬さんも言ってますけど、すっごいエロいんすよみたいな、ぜひ飲んでみてくださいみたいな。まあこれもだからなかなか飲めないワインと、そうですね、これも本数は結構少ないんですよね。本数も1000本ぐらいなんで。1000本。これはどこで買えるとかってあるんですか？これはもう本当に限定的な感じなので、どこで買えるとかがあまりないです。まあそれこそさっき言ってた山中さんが参加するというか出演されるイベントとかだったら、もしかしたら飲めるかもという。そうですね。なるほど。だから一番最初にお会いしたのが、ライフイズワインという日本ワインのイベントで、そこで初めてお会いしまして、で僕その時ワインエキスパートの資格取ったばっかしで、まあ、その日本ワイン全然飲んだことなくて、ドメイヌ高彦の高彦さんのことも知らなかったんで、そこで結構日本ワインいろいろ飲ませてもらって僕はハマったんですよ。で本当に余市のワインでハマって、日本ワインの世界にというか、もうどっぷりね、使ったというか、でそこにねで出会ったのが山中さんもそうですし、その後あったのは小島よしおのロケですかね。その前に一回東京でリモートですかね。そうですね、リモートですね。そうか、その前にリモートワイン会をコロナ禍になったんで、僕のオンラインサロンでリモートワイン会にもう山中さんはもう3回ぐらいご出演いただいて、そこでまあリアルには会ってないけど、そういう山中さんのワインとか飲ませていただいてお話聞いてて、で小島よしおの番組のロケで、そうですね、でここに初めて来させてもらって、でその後また僕は陽一に結構来るようになり、何回かちょこちょこお邪魔して、辰巳さんの番組でもお邪魔して、で今回もという、だから本当にロケで一番お世話になってるこちらこそさんかもしれないですけど、なんかそんな関係ですね。印象、そうですね、そのライフイズワインの時に、多分なんでしょう、衣装を着てらっしゃったんですよね。緑の衣装を着てました。そうですよね。で誰かなんか素人の人がお客さんになんだろう、こうコスプレで着てんのかなと思って、僕じゃないと思ったんです。なるほどなるほど。でそしたら本物の樋口くんだよって言ってて、でルネッサンスのつながりでワインに興味持ったらしくてとか、誰かからこう聞いて、でもその時は多分お話もしてないですよね。多分ねしてないと思います、僕は。そうですね。でオンラインサロンで初めて出演するって時にちょっと打ち合わせとかして、そうだリモートで、そうですね。そしたらめちゃくちゃ真面目でやめてください。すごい下調べもめちゃくちゃしてるし、本当にワイン好きなんだなっていう印象でしたかね。本当ですか。そうだからライフイズワインの時は全く僕無知でしたからね、そこからいろいろ日本ワイン飲ませていただいて、だから僕的には山中さんが僕のそのオンラインサロンのリモートワイン会に出てくれると思わなかったんですよね。それなんで出てくれたんですか？なんで、
いいや俺断られるのかなと思ってたんですけど。いやそんなことないです。あ本当ですか。はいはい。いやありがたくて。いやいややっぱりねこう名前のある方にこうやっぱりこう広めてもらった方が、なんでしょう、日本の方が、日本ワインのその実力というか、クオリティの高さってあんまりね始めた頃特にそうでしょうけど、こう分かってらっしゃらなかった方がねこう多かったと思うんで、全く分かんなかったんで、はい、なのでやっぱりそういう広めてくれる方に協力するっていうのはやっぱり一つのワイナリーにとっての、いやありがとうございます本当に。けどこの日本ワインの実力っていうのはどうですか、もう広まってる実感はありますか、それともまだまだ知らない人も多いのかなって思います？そうですね、まだまだ知らない方多いんじゃないかなっていうのは思いますけど、まあもちろんね広まってはいってると思うんですけど、やっぱりちょっとなんだろう、こう日本ワインマニア的なありがたい方たちがいて、その外側がこうなんだろうな、温度差が激しい。いや確かにねこの熱量というまあだから僕もまあ日本ワインファンというかそのね中の一人なんで、まああんまり言えないですけど、やっぱり我々がやっぱ飲みたくて飲んじゃうから、なかなか広まっていかないですよね。だから生産本数も少ないし、俺たちも飲みたいしっていうのがあるから、その葛藤というか。なるべく僕もそのね山田さんのワインとか一人で飲まないようにしてるんですよね。だからみんなで飲める場に持ってったりとか、そういうイベントで飲んでもらって、初めて飲んだ人のリアクションを見て、別に僕が作ったわけじゃないのに美味しいでしょっていうなんかそれが楽しいというか、なんかそれでちょっとでもね、ああ山田さんのワイン美味しいって思ってくれたらいいなと思うんで、なんかねやっぱいろんな人にやっぱそうですよね、その日本ワイン通の人に飲んでもらって美味しいって言われるのも嬉しいけど、全く飲んだことがない人が飲んで美味しいっていうのも嬉しいですよね。そうですね、その機会今チャンスがなかなかないので、確かにそれどうすりゃいいですかねこれね、もっといろんな人に飲んでもらうっていうのはね。生産本数にも限りがあるんで、もうだってこれ以上増えないでしょ。そうですね、まあワイナリーがちょっと増えてきてるので、そのあたりでそうかそうか、なるほど。他の方が違うワインとか飲めば、また他の人が山中さんのワインを飲むチャンスがあるかもしれないしという。かもしれないです。この辺はどうですか、結構人は増えてるんですか、この上り地区。そうですね、はい、ワイナリーも徐々に増えてってますし、まあ新規種のだとちょっと畑の兼ね合いがあるんで、こういい畑がなかなかもう出てこないので、頭打ちになる可能性もちょっとはあると思うんですけど、土地の問題もありますけど、で今日ちょっと役場お邪魔して話聞いたら、今だから余市町でワイナリーが19軒、もうすぐ多分20軒になるらしいんですけど、でブドウ栽培農家さんが60軒以上、60何軒つってましたけど、で増えてて、で上り小学校ってあるじゃないですか。でこのお子さんとか増えてるんですか。徐々に徐々に、それはやっぱワイン関係の方ですか。ワイン関係でだけではなく、まあワイン関係の自分含め新規収納で入ってきた子どもたちが今ちょうど小学校ぐらいに入学する感じなので、まあその影響ももちろんありつつ、やっぱりそういう上り小の取り組みとかをこう SNS とかでこう見たりして、で引っ越していきたいっていう方もいるんですか。なんか結構そのワイン絡みのこととかもやってますよね。お子さんがちょっとなんか体験したやつが、それが20歳になったら飲めるとか。飲める。そう20歳になったらどんぐり飲めるとかあるんですか。いやどんぐりじゃなくて自分たちで収穫したお子さんたちが収穫した。まあケルナーが今んとこ種なんですけど、ケルナーとかまあその年によって品種は多分違うんですけど、カエルブドウの中で子どもたちがそこを収穫して、その区画をで
ワイナリーに持ってって、うん、ワイナリーも持ち回りで、うん、今年はドメン高彦、うん、今年はモンとか、うん、ランセッカとか、うん、こう持ち回りで、この3軒が持ち回りでやってるんですか？多分今度山田堂とか、山田堂、はいはい、山田さんも、多分子供が上り小にいるワイナリーさんは多分回っていく感じで、はいはいはい、あ、その取り組みいいっすね、はい、そんなとこないっすよねそうですね、はい、へえ。で自分たちで潰して、手動のちっちゃいプレス機があるんで、自分たちで潰して、発酵はワイナリーでさせて、で、瓶詰めを自分たちでこうやって、でコルク打って、でラベルも自分たちで書いたのを貼って、全部そこまでやるんですか？はいはい、いやもう一通りじゃあ。一通り、はい、そうですね。で6年生の卒業式の時に一応プレゼントでもらえる、まだ飲んじゃダメだよっていう、その寝かしといてよっていう、なんで1年生からやってる子たちは、うちの子が今小4なんですけど、うちの子たちの代が初めて小1からの時に始まったんで、なのでうちの子たちの代からはずっと卒業の時にはおのずと6本6アイテム、はい、こう作ることができると、はい、これちょっとあれですかね、これ知らない人も多分結構いると思うんで、なんか増える可能性ありますよねそうですね、これ聞くとだってこの上りのだから、はい、ね、はい、高彦門、はい、その山田堂、蘭石家山田堂とかのワインが作れて、それがね将来的に、はあ、これすごい取り組みっすねそうですね、はい、へえ。これけど意外とそんなどうなんですかね、その上り以外の方は知らない人多分結構いますよね、おそらくね。そうですね、いるかもしれないですよね、はい、これ急にちょっと増えるかもしれないですよこれねお子さんが、はい、これやっぱりその上り地区というか、ここの場所をみんなで、未来につないでいくというか、はい、ワインで、はい、そうですね。ね、ワイナリーとかブドウ農家が増えてるけど、やっぱりねそれを継いでくれる人がいないとダメだし、はい、それどうなんですか、お子さんたちも、やっぱワイン作ってみたいとかって、まだないか、まだ飲んでないですもんね。そうですね、でもやっぱり体験することによって、自分たちの地域ではこういうことをしてたんだなっていうのが、大人になってから多分、その大きさに分かると思うので、そうですね、で初めてワインを飲んで、あの時作ったやつがこんなに美味しいんだっていうのが分かれば、またワインに興味を持つでしょうし、で山田さん、そのピノグリ1本で勝負してるじゃないですか、で1本で勝負してて、ちょっとやっぱやめときゃよかったなみたいなと思うことってあるんですか？いや今のところはないんですけど、そうですね、はいはい、これから先はもしかしたらあるかもしれないですけど、気候の変動とか、そういうことであるかもしれないですけど、今のところはすごく良かったなっていう、はい、これ作ってて、要はもうあれですか、その作ってる時になんとなくこういう味わいというか理想の味わいっていうのはできてるんですか、それとも予想とは全く違うワインになってるんですか？基本はやっぱり自分のところは1種類でいってますし、こう理想とした味わい、香りとかにはなってますね。